こんにちは。今日は大きすぎる襟ぐりを小さくする方法をご紹介します。こういったスウェットタイプや T シャツの襟ぐりを小さくすることができます。このように首元が伸びてしまった T シャツを直すのにもおすすめです。短い時間で簡単にできますので、ぜひお試しください。今回ご紹介する方法で首元を小さくできないお洋服もありますので、事前にこの肩の線を確認してください。こちらの T シャツのように肩のラインがこのようにシンプルに一直線になっているものでしたら小さく詰めることができます。こちらの T シャツのようにこの中心線の両脇にこのように縫い目があるタイプ、こちらは小さくすることができません。今回の方法ではこのように肩のラインを詰めて小さくしていきますので、こういったタイプですと小さくした時にこの縫い目がうまく隠れずにちょっと綺麗に仕上がりませんので、こういった T シャツは縮めることができませんのでご了承ください。今日はこちらのスウェットの襟ぐりを小さくしていきます。まず裏側にひっくり返します。この肩の線を中心にして半分に折ります。今回2センチ2センチで片方4センチ詰めたいので、こちらの頂点から2センチ下に印をします。チャコペンや鉛筆などお手持ちのもので印をしてください。そしてこちらの肩の縫い線にきれいにつながるようにこちらからまっすぐに線を引いてください。そしてこの表の襟と裏の襟が今少しずれてますけども、襟のラインをきれいに揃えて待ち針で留めます。このラインに沿って縫っていきます。もしこちらの襟がこのようにきれいに合わずにずれた状態で縫ってしまうと、表にひっくり返した時にこのように襟ぐりがずれて仕上がってしまいますので、必ずここはきっちりと合わせるようにして縫ってください。そうすることで表から見た時にこのように襟のラインがきれいにつながって仕上がります。ミシンをお持ちの方はミシンで縫ってください。手縫いの方は半返し縫いまたは本返し縫いで縫っていきます。こちらがずれないようにしたいので、こちらの方から縫っていきたいと思います。今回は半返し縫いで縫っていきます。まず裏面から針を出します。そして半針分後ろに戻って、そして1針分進んで針を出します。そしてまた半針分後ろに戻って1針分先に進みます。また半針分後ろに戻って1針分先に出します。これを繰り返していきます。玉留めをします。裏側はこのようになっています。このままですとこの縮めた部分が邪魔になるかと思いますので、後ろ身ごろの方に倒してこちらの本体の方にまつり縫いで縫い付けておきます。完成です。表にひっくり返してみます。表から見るとこのように仕上がっています。肩の線からきれいにつながって縫えています。
同じ要領で反対側も詰めていきます。こちらはミシンでやっていきたいと思います。こちら側には首元のリブのところに縫い目がありますが、こちらは無視してください。この肩の線に沿って半分に畳んで印をします。こちらも同様に上から2センチの位置に印をします。この肩の線にきれいにつながるように直線を引きます。こちらの首のラインが前と後ろが合うように合わせて待ち針で留めます。この線に沿ってミシンで縫っていきます。ミシンで縫っていきました。先ほどと同様にこの余った生地を倒してまつり縫いで縫い留めても大丈夫ですが、こちらは余分な縫い代をカットする方法でやっていきたいと思います。先ほどの縫った線の1センチ外側の余分な生地をカットしていきます。こちらにジグザグミシンまたはロックミシンをかけていきます。こちらにジグザグミシンをかけていきました。縫い代が気になる方は後ろ身ごろ側に倒してまつり縫いで縫い留めるか、この辺りに上から押さえのミシンをかけておいてください。押さえのミシンをかけました。このように仕上がっています。手縫いで端の処理をされる方はかがり縫いかブランケットステッチで縫っていきます。まずかがり縫いで縫っていきます。後ほどブランケットステッチのやり方もご紹介します。2枚の生地を重ねた状態で裏側から表に向かって針を出します。表から針が出ましたらまた裏側から針を刺して表に出します。生地の端を包むように縫い進めていきます。ブランケットステッチは奥から手前に針を刺して、そしてこの輪になったところに前から後ろに糸を通します。そして同じように後ろから前に針を通して、この輪っかになったところに前から後ろへ針を通します。これを繰り返していきます。こちらがブランケットステッチで、こちらがかがり縫いで処理しています。お好きな方法で縫ってください。完成です。こちらがミシンで、こちらが手縫いで仕上げています。どちらも綺麗に仕上がっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。